で、この動画では生物の進化、住んでるところとか、その環境とかに合わせてどういうふうに分類していったのかっていうのを見ていきます。で、その前に動物っていうのは大きく2つに分けることができて、背骨のある、ないで分けることができんねんな。まず背骨がない方を無脊椎動物で、ここに挙げたタコとかカブトムシなんかがあります。で、背骨がある動物のことを脊椎動物って言って、この動画では脊椎動物に注目して生物の進化の過程でどのように分かれていったのかっていうのを見ていきます。もう一回復習な。背骨があるないで動物っていうのは2種類に分けることができると。まず背骨がない方が無脊椎動物、そして背骨がある方が脊椎動物っていうねんな。で、もともと生物っていうのは無脊椎動物から始まってます。一番最初、海の中で生まれた一番最初の動物は無脊椎動物が一番最初です。でその後、何万年何億年もかかって脊椎動物が生まれてきてんな。で、脊椎動物の中で一番最初に出てきたのが、ここに挙げた魚類があんねんな。で、こいつっていうのは水の中で住んでるんで、エラ呼吸をしてます。で、他にどんな特徴があるかって言ったら、殻のない卵を水中に産むわけな。で、魚類っていうのが生物がどんどん増えていくと、縄張り争いしていくわけ。で、弱い魚類なんかは、どんどん海の中で、水の中で住むことができずに、陸上に一部上がろうとするんでな。そこで魚類から進化したのが、ここに挙げた両生類ってやつ。両生類は両方ともで生きることができるっていうふうに書くので、水の中、そして陸上で住むことができます。水中と陸上両方で住むことができるわけな。で、住んでるところと呼吸方法っていうのは密接な関係があるので、まず水の中で住んでたらエラ呼吸。で、陸上に住んでたら肺呼吸になります。で、特に両生類は子供の時はエラ呼吸で、大人になったら肺呼吸、そして皮膚呼吸もすることになります。で、他の特徴何あるかって言ったら、殻のない卵を、水辺のところに産みます。そういうふうにして子供を残してるわけな。で、両生類っていうのは大人になったら皮膚呼吸もするから、体全体がある程度水に湿っておかないといけない。だから水辺でしか生活することができへんねんな。そこで完全に陸上で生活できるようになったのが、ここに挙げた爬虫類やね。爬虫類は完全に陸上で生活します。陸上で生活するから肺呼吸してるわけな。他どんな特徴あるかって言ったら、殻のある卵を産んで、硬い鱗を持ってます。例えば、ヘビとかトカゲなんかは硬い鱗を持ってるし、カメなんかは爬虫類で硬い甲羅を持ってるわけな。身を守るために硬い鱗、甲羅を持ってるわけ。で、爬虫類っていうのは、大型の爬虫類は、特に恐竜なんかがいます。恐竜は大型の爬虫類。ジュラ紀に大型の爬虫類である恐竜っていうのが大きく繁栄したわけな。で、そこから翼竜、羽を持った恐竜っていうのは進化して、ここで鳥類になるわけ。爬虫類の中の翼竜、翼を持って空飛んでる恐竜っていうのは進化して鳥類になります。で、鳥類は陸上で生活しているので、もちろん肺、呼吸をしている。他にはって言ったら、殻のある卵を産んで、爬虫類と違うのは体温を一定に保つことができるようになってん。爬虫類は周りの温度に合わせて自分の体温も変化するから、冬、寒い時期なんかは冬眠しないといけない。ただ、鳥類っていうのは体温を一定に保つことができるので、暑かったり寒かったりしても自分の体温は一定。だから冬でも生きることができる風に進化したわけな。で、両生類、もう一回戻るけど、両生類。陸上に完全に上がったのは爬虫類っていう風になってんけど、両生類が寒いところに逃げて、そこで進化したのは実は哺乳類やね。哺乳類はもちろんやけど陸上で生活してるから肺呼吸をしてる。他にはって言ったら、寒いところに逃げてきて、卵を産んでも寒かったら帰らへんやんか。だから哺乳類はお腹の中で赤ちゃんを育てるっていう風に進化したわけ。お腹の中やったら体温を一定に保つことができるから赤ちゃんを産むことができるんだな。
で、他にはって言ったら体温を一定に保つことができるから寒い地域でも生きるように両生類から進化したっていうふうになります。で、このようにして脊椎動物は合計で5種類に分けることができるな。一番最初は魚類からスタート。生活範囲を広げて水中と陸上で生活できましたよ。そこから完全に陸上に上がったのが爬虫類。身を守るために硬い鱗を持ってますよと。で、両生類が寒い地域に逃げてきて進化したのが哺乳類。寒い地域やから単純に卵を産むだけじゃ卵は帰らへんからお腹の中で子供を育てましょうっていう風になって体温も一定に保つことができたと。で、爬虫類の中でも翼を持つ、翼竜なんかは鳥類に進化して、で、体温を一定に保つことで年中通して生きることができたっていう風になります。で最後に脊椎動物の特徴、さっきまで呼吸方法とかどこで住んでるのかっていうのを説明してんけど、特に子孫の残し方と体温の保ち方について説明しておきます。まず子孫の残し方、子供の産み方やなっていうのは2つあって、卵生と胎生っていうのがあるね。卵生は卵のまま産む。魚類とか両生類とか爬虫類なんかはそうやな。で、胎生っていうのはメスの子宮の中で卵を育て子として産む。お腹の中で子供を育ててますよ。で、ある程度育ったら産みますよっていうので、胎生は哺乳類が該当して、それ以外は全部卵生になります。で、体温の保ち方っていうのはさっきは爬虫類なんかは冬冬眠するって言ってんけど、鳥類、哺乳類なんかは年中生きることができるよ。でその体温の保ち方にも2種類あって、まず変温動物っていうのが外界の温度が変わるにつれて体温が変わる動物。これっていうのは周りの温度、外の温度、季節によって自分の体温も変わっちゃいますよと。だから、爬虫類なんかは冬になると自分の体温が低くなるので冬眠しないといけないよね。そういったのを変温動物っていうふうに言います。一方で、外界の温度が変わっても、周りの温度が変わっても体温が一定の動物っていうのを高温動物っていうふうに言います。で、これは哺乳類と鳥類が該当します。で、この変温動物とか高温動物っていうのはよくこんなグラフで出てきたりします。横軸が外界の温度、周りの温度な。で、縦軸がその動物の体温を表しています。で、このように右上がりっていうのは、外界の温度が低かったら自分の体温も低い。で外の温度が高くなったら自分の体温が高くなるっていうのは、温度によって、周りの温度によって自分の体温も変わるから、これが変温動物の温度の変化、体温の変化のグラフになります。一方で、外の温度が変わっても自分の体温がほぼ一定なのが高温動物の体温の特徴になります。だからこういうグラフ出てきたら、どちらが変温でどちらが高温になるのか、そして高温動物にはどんな種類がおるのかっていうのが答えられるようにしてください。